森川貞美さん、当時30歳。森川さんは爆心地から1.2キロにあった広島中央放送局に勤務していました。8月5日の夜から6日の朝にかけて空襲警報の放送をする当番でした。午前7時、勤務が明け、朝食の準備をしていたところ、B29の爆音を耳にしたため、確認のため2階から階下へ通じる非常階段へ歩きかけたとき、青白い光とともに吹き飛ばされました。森川さんは放送局で被爆した数少ない生存者の一人で、現在神奈川県で原爆被災者の会の役員として活躍しています。朝の支度をしようということになって、私自身の何か少しばかりあった食べ物をね、2階の部屋、私のいた部屋ですけど、その2階でなんかお買い物を作る準備してたわけです。そしたらその時にね、この B29、アメリカの B29、すなわち日本の本土を空襲するための一番大きな爆撃機ですね、その音が聞こえてきたわけですよ。ですからこれアメリカに飛行機が来たなってことは分かりましてね。ですけど当時はね、もう1機2機の小数機の時はほとんど空襲警報というのは発令されなかったような状態です。ということはもうすでに、そんなことで空襲警報を発令してたらもう誰も市民も仕事できませんので、たびたびですからね。ですから1機や2機の飛行機だったらもう仕方がないというようにもう放っておいただろうと思うんですね、軍の方も。ですけどもやはり私たち爆弾でも落とされたら怖いですから、ですからそれを見届けようと思ってね、そして2階の部屋の中央からね、表の窓へ面した方へ向かって2、3歩歩いたんですね。でその時に大変な光がこの2階からこう外を見渡す視線の中いっぱいにね、青白い光がパーッと光ったんですね。光ったというよりはもう視野が全部が青白い光で充満したというような感じですね。であっと思った時にすごい衝撃を体に感じたわけですね。よく音がしたんじゃないかという人もいますけどね、音ではなくて、音ももちろん入ってるけども全ての衝撃がね体に受けた感じですね。で、それで部屋の中へ向かって、3メートルばかりでしょうかね、飛ばされたのを覚えてますね。で体だけでなくていろんな重機類ですね、机、椅子、それからレコード、ね、放送用のレコードの山、そんなものがいっぺんに体へ飛んできてね、それと一緒に飛ばされたという具合でしたですね。もちろんですから私は原子爆弾なんていうものがあるということは全く知りませんから、ですから、飛行機から狙った放送局を狙った直撃弾がね建物に命中したんだと、こういうふうに思ったわけです。ですから多分また第2弾第3弾が来るだろうというように想像したわけですね。そう今で言えばそう落ち着いて考えてるようですけど、実際その時はね、飛ばされると同時に部屋の中真っ暗になりますしね、それから左の耳のあたりがこうポトポト血が出てね垂れて落ちるのが分かるんですよ。そして同時に何にも聞こえないですね。まるで真っ暗だし暗黒の世界で、しかも音も何にも静かな世界にね、そこに沈んでいるような感じですよ。ですから私多分自分のね耳が潰れたんだと思ったんですね。そして階段足元のくらいの手探りで手すりをに伝わりながら降りていったんですね。そしたらそこでね何かを踏んだんですよ。その踏んだのは人間だったんですね。人間です。さっき言いました真島副部長です。
それで「どなたですか?」って言って聞いたら「真島だ真島だ」っていう声が聞こえたんですね。あ、これは副部長ですかというんで、私その抱えようとしたんですが遠くてね、私は年一人じゃとてもダメだから。そしたらちょうどそこへね、技術の方のやはり森川さんっていうのがいたんですよ。私よりもっと体の大きい方がね、その人が来てくれてね、で下ろした階段から下ろした。そして下まで行って見た時に驚いたんですがね、その下まで行ったらね、玄関あたりは電話の交換手、あるいは女子職員ねがもう朝早く来ていた人が数名いたんですね。その方たちがね、もう大変な悲鳴を上げてるんですよ。でその中を今の真島さん副部長、玄関まで一応連れて出したんですよ。でその時私ね、初めてこの外を見たわけですね。広島の基地に目がいったわけですよ。私その時は、自分でその時までは放送局だけに一発直撃弾を受けたと思っていたわけですけどね、実際はこの見渡す限り木造家屋とは全部ないんじゃない、全部潰れてるわけですよ。でわずかに見えるのがコンクリートの残ったビルがね、ちょこちょこと見えるわけでしょ。ですから本当に驚いたですね、あの時は。これ何だろうと思ったんですね。で真島さんはね、すごい負傷でしたよ。これ白いシャツがね、この脇腹の方から胸の方からね、もう血だらけでしたね。で顔はもう蒼白になっていてね、それでもまだその精神的にはね、責任感でもってね、やはり私たちと同じように放送局が爆撃されたんだと思ってるらしくてね、放送はどうなってるか、電波は出てるかっていうことをお聞きになるわけですね。出てるか出てないか私には分からないわけですよ。もうということはもう放送局自体が昨日もう失っているということは分かってましたからね。放送局自体ももう3階あたりからバーッと火の手が上がってましたから。だからそこはすでに出ているかと言って、それから放送を続けようという、この通りです、言葉。放送を続けようという言葉ですね。でその間もなくね、真島さんはもう意識なくなったんですけども、そのうちにね、もう自分で手を挙げてね「さようなら、皆さんさようなら」って言ったんですよ。でこれはもうね、実にこう劇的っていうか、なんていうかね、実際にその言葉を聞いたんですね。こうしたらね、玄関出たところにはね、2、3人の方がもう職員の人ですけど、一般の方に混じって、その一般の方も随分はそこらで死んでいましたけどね、中にね、男の坊やがね、せいぜい1歳半かぐらいだと見えるんですけど、それくらいの坊やがね、お母さんが死んでるのに男の子だけがこう腕の中から這い出してね来てね、そして放送局の玄関の石段があるんですけど、その辺を上がりかけてるのがいましたね。やっぱり放送局の職員がね、玄関から出てきたのやっぱり私と同じように見てね、かわいそうにな、この子はお母さんもう死んでるのにな、なんて言ってね、こう頭をねこう撫でてやってる光景がありましたけどね、これをとて抱えて逃げる余裕はなかったんですね。ですからあれそのまま後で焼け死んだんだろうと私は思うんですけどね、そういった状態はその子に限らずね、それからあと私は方々でそういった非常につらい、ことをたくさん経験してるんですけどね、川上の方へ行くとやや火が遠くなったところがあるんですけどね、そこまで一番した時にね、そこへもう豚の上に仰向けに寝転んじゃったわけですよ。そしたらその頃はね、もう火災のために起きたね突風のようなものが起きてね、そしてもう周囲の草なんかもさーっとなびいて音がしてるんですね。その音の中からね、またこの子供の声が聞こえてるわけですよ。ですからね、初めて自分でそれに気がついて、そしてちょっと起きてみたんですね。
そしたら周囲にはね数十名っていうかね5060名もいたでしょうかね。その小学校の生徒ぐらいの男の子女の子ほとんど小学生だったと思うんですよね。みんな焼けただれてあるいは大きな傷をしたのがねそこに寝転がってるわけですよ。そしてね時々その悲鳴を上げながらね手を挙げたりしながらあるいはお父さんお母さんって言いながらねパッとこう行きたいというんですね。だからまあそのありさまがね、一番私はその印象に残ってっていうかかわいそうだなと思ったんですね。ということは普通の状態ならですねまあ平時ならねお怪我をすれば病院に運ばれてベッドの上で死んでいくと死ぬ場合でもねお父さんお母さんに見送られて見守られて死んでいく誰もそういう人がいないんですね。それはいないはずです。お父さんお母さんも同じような目に遭ってるんです。そういったその犬や猫のね、死んでいくありさまにもっと悲惨な状態で死んでいくんですね。そういう状態が私は頭の中離れないですよ。で間もなくねそうしてるうちにね雨が降り出したんですよ。これ今ではもうそれ黒い雨だなんて言って分かるんですけどね普通の週だと思ったんですけどそれでねそれと私ものすごく吐き気がしてたんですけどもそれも私喉がカラカラになってねなんか水が欲しいと思ったらね半壊家屋があるんですねそこに。でそこへ行ったんですよ。で半分壊れた傾いた家のね洗面所みたいなところがこう外に近いところがありましたからねそこ行ってみたら、鏡がかけた鏡がすごく割れてるんですけどねその時に私の顔が人にこう映ったんですけどねなるほど人に言われたりもう目は落ち込んでるし青い顔してるしねこの血がザーッとこっち顔から肩から流れてすごいものすごいありさまでしたがねそれで自分の顔を見てびっくりしたんですけどそこで水を少し飲ませていただいてね少し出ましたからそしてもうどうにも体が辛くてね持てなくなったもんですからねそこのね外は潮が降ってるしねそれからそこへ寝転んでたんですよ。そしたらもうスーッともう意識が遠くなってねもうなんですかねちょっと時間は分かんないですけどね眠ったんだらしいですね。眠ったらしいんですよ。そうするとね時間が分からないんですけどなんか人が騒いでる声が聞こえるんですよ。それで目が覚めた気がついてねそしたらその家がもう燃えてるんですよ。それはどっかが初めから燃えたんだかもしれませんけど煙がバーッとやってくるんですね。それでこれは大変だというんで飛びのいたわけですけどねやがてそれは全部焼けましたその近所は後ではね。で私はその辺の畑にあったね多分これ戦争ですから、都市が焼けてしまい我々も住むことがなければその次が来るものは食料なんで、食べ物なくなってしまってこの上が来るんじゃないかと思ったですからねそれに半分なったかぼちゃを拾ってきたんですよ。で火事の中へ投げ込んでいてねそして焼いて持って歩いたことを覚えてますがね、広島の長崎もそうですけど今どうか知りませんけれども被爆を体験した人ばかりだったからそんな問題あんまりなかったですけど私東京来て初め頃驚いたのはねあまりに被爆者っても特殊な目で見るということが多かった少し原爆そのものの悲惨さというものは体験してらっしゃるから同じですけどねそういった面では少し感じ方が違うような感じがしますね。ですけどももちろん我々の会にも核兵器廃絶という思想では一致してますけども少し違うのはそういう面が違うとねそういうふうに自身でもおっしゃってます。ご婦人方はねあるいはご神型
ご人だけに限りませんけども、自分たちの被爆者という目で、特殊な目で見られる、極端に言えば差別があるんではないかということを恐れているし、差別というのは何かというと、まあ意識的に差別するんじゃないかもしれませんけども、被爆者は結婚、その子供についてもね、とんでもないような人間が生まれるんじゃないかとか、あるいはそうでないにしても弱い子が生まれるんじゃないかとかいうような、だからまともな主婦として生活できない娘じゃないかとかね、被爆者の子供がいうようなで見られるではないか。あるいはまた男に関してはね、まともに働けないからというんで就職を希望してもまともな声を雇ってもらえないんじゃないかと。あるいは働いていてもそれがバレるとね、ハンディキャップつけられるんじゃないかというようなことを感じているというようなことで、なんか自分たちに責任がないことでありながら引き目を感じているという人があるんですよね。まあそのところ一番、社会的な問題として、ちょっと問題じゃないかと思いますね。語ること自体はね、大変これは苦しいことですよ。被爆者にとってはね。ですからね、全部の人にやれやれと強制はできないんですね。できる人はできるだけこれを生きてるうちに伝えることにしようじゃないかと。で、そういうふうに私と同じようにする人もありますし、もう苦しくてそういうことはもうあまり話したくないということも理解できますから、私は強制はしませんけどね。どっちかというと意欲はあってもやりたくないという人の方が多いですよ。どっちかというとね。それはもう無理がないんですよね。自分の子供やら何か自分が何ともしない力の及ばないものすごいその残虐兵器でもって自分の目の前で死んでいったり、あるいはその日が良かったと思っても苦しんで1週間のうち1月のうちにね苦しんでいって死んだのを目の前あたりに見てるわけですからね。でもういいからあなただけでも助かってくださいと言われても、いや何とかしたいと思ってとうとうもうできなくてね、自分たちが逃げてきたというような人はね、それは自分が殺したっていうような、感じでねいつまでも嘆いてる人もいましたし、それは辛いことだと思いますよ。だから私はそういう目にはあって、自分の肉親がそういった目には目の前であってないんですけどね。でもねその気持ちがよくわかるからね、人の前でよく話してくれと言われるんですけどね、途中でちょっとこう絶句するようなことはよくありますね。被爆者の全員の悲願というものになると思うんですけどね、これ被爆者調査いろいろ健康の問題あるいは仕事の問題あるいはまたその何を願い何を感じているかという調査もやりますとね、これはもう全くこの異口同音といいますかね、その考え方の2つは本当に10人全部同じことを言ってますね。それは何かと言いますとね、戦争はもう絶対にあってはいけないということ一つと、もう一つは核兵器、核兵器というかどうか、前の人は原子爆弾と言いますけど、原子爆弾は絶対に反対ということはこの2つは必ず一致してますよ。ですから怖いのはね、実際にこれから戦争が回って42年になりますけども、原爆から42年になりますけども、これから再びもう一度核兵器が使われるということは絶対にもうこれは核兵器も時代とはまた数百倍の差でもって威力が怖いものになってますから使われたらいけないんですけど、それをいろんな理由をつけてね、そして保有するという理由付けすることが非常に一番我々は怖いわけですよね。絶対にこれは必要悪ではないんですね。絶対あってはない絶対悪なんですから、核の保有ということはね。でそれを戦争体験がない人たちがどういうふうに我々がいいことを実感を持って、把握してもらえるか理解してもらえるかということが一つの悩みでもあるし、
からまた我々がやらなくてはならない一つのその運動の目標の一つじゃないかと思うんですよ。